間違えました。国際交流員ワクワク動画。皆様の国では名前の付け方は違うと思いますけれども、今日は皆さんのその名前についてお話ししたいと思います。まず皆さんのフルネームから教えてください。私はイザベル・マリポル・ムラです。私はシワダサン・シュティレア・アーティダスです。あ、ちょっと待ってください。それは間違った名前？名前の発音間違えました。書けないのはいいけど、ちょっと正しい発音を覚えて。いやいや、言語によって違うからさ。シワダサン・シュティレア・アーティダスです。私の名前は郭晨然です。私の名前はニコラス・アンドルー・マカラです。僕のフルネームはアントニー・レイモンド・ポール・ケリーです。私の名前はチェ・ミゾンです。皆さんの名前の意味はそれぞれなんですか？私の名前は漢字で書けるんですけど、これは名字チェ・ミゾンなんですけど、このチェの意味は高いっていう名字です。でもこれは名字だけしか書かない漢字なので、これはほっといて、これは知ってるように美しい、そしてこれは正しいという意味で、美しく正しく育つように、この名前はおばあさんのお父さんがつけてくれた名前です。ちょっと待ってください。それはおばあさんのお父さんってことはミゾンさんのおじいさんのことですよね。私のおじいさんではないです。私のお母さんの弟の奥さんのお父さんです私の名前でちょっと面白いのが、漢字はすごくいい意味なんですけど、これミゾンって韓国語で発音したら見てまだ決まってないっていう単語と発音が同じで、シフトとかスケジュール表にミゾンって書いてあると、私の名前なのかそれともまだ決まってないのか分からなくて、いつも聞くんですよ。これ私担当ですか、それともまだ決まってないですかはい、それがちょっとあれなんですけど、私の名前、好きです。意味は一応あります。由来はあるんですけど、意味はないです。由来は、古代ギリシャ語で花っていう言葉、アンタスからローマ帝国のよくある名前アントニアスからアントニーっていう名前が出てきたんですけど、アントニーの意味とは言えないですね。今のは由来です。そうですね、由来です。まず自分の、下の名前から始めますけど、ニコラスという名前は、ギリシャ語に由来していて、人々と勝利という、意味をする言葉で組み合わされています。つまり人々の勝利という、意味の名前です。で、私の名字の話なんですけど、真っ赤な、私の名字は真っ赤な。真っ赤の真の一部は誰かの息子という意味でよく使われています。今はほとんどの人は多分そういうところを意識していないと思いますが、例えば、マクドナルド、みんなその名前にある程度馴染みがあると思いますけど、つまりドナルドの息子という解釈もできます。はい、これが私の名前の漢字の書き方です。すごくたまたまですけど、これは中国語の漢字も日本で書かれる漢字も全く一緒です。最初は中国語の発音を紹介したんですけど、日本語を読みだとすると各親善と言っていまして、私はこの方に慣れてますね。普段皆さんから、各さんと読んでもらっています。各
核という名字はですね、城郭っていう言葉と関係があります。中国の昔の町の構造っていうとよく20の、町なんですけど、内側の町が城で外側は核となります。だからこの核はその意味をとっているのです。で、下の名前について神っていうのは、上が日ですね、朝を意味しています。禅は、日本語にも自然という言葉があるように自然の意味で、神前合わせると朝のようにで生き生きになってほしいっていう親の、願いが込められているのです。これはマラヤラム語で私の本当のフルネームの、書き方です。ここがいつも今正式になっているアールティダスっていう部分なんですけど、アールティっていう名前は供え物もしくは神に捧げる歌のこともアールティっていうですね。面白いことにさっき私の前の発音をちらっと忘れたんですけどなぜかというと普段インドにいる時は、アーティっていう発音は北では普通に通じますけど、マラヤラム語でアーティっていうと欲望っていう意味になりますでマラヤラム語で私の名前の発音はアーティです。ここで言うとミドルネーム的になってますけど、このシュティラヤっていうのがメロディーとリズムのことなんですけれども、これは家の建物の名前ですね。最初は名字に説明します。村はフランス語で意味があるんですよ。フランス人はみんな名字に意味があるっていうわけじゃないんですけれども、でもたまたま私ムランっていうとムーランルージュって聞いたことありますね。そのムーランです。同じです。ということで私は水車さんとか風車さんとかって言います。はい、言葉になってます。で、名前はイザベル。イザベルは私も知らなかったんですけれども、イスラエル由来してて、意味はヘブライ語で神様が私の家を守っているという意味だそうです。でもお母さんはそれを知ってて名前を付けたわけじゃなくて、ただお母さんの親友の中に一人はイザベルという人がいて、そこから仲良くできるようにその名前を付けてくれた。皆さんは他に、名前の決め方や付け方に面白い特徴はありますか？さっきは名字と名前の話をしたんですけれども、ミドルネームも面白いんじゃないかなって思ってます。フランスはもともとキリスト教の人が多くて、それでミドルネームといえば、キリスト教とつながっていると思うのが一般的で、フランスでは特に、大母と大夫っていう存在がいるんですけれども、フランスだとよくその大夫とか大母の名前を使って自分の子供の、ミドルネームにするのがあります。私の場合は自分の大母はマリポールという人なので、私のミドルネームもマリポールとなっています。私キリスト教じゃないんですけれども、それでも一般的につけるので、その方はもし子供の時に両親が2人ともいなくなってしまったら、その大母が私の世話をしてくれるという意味が含まれてますね。大母とか大夫というのは。なのでその大母とか大夫を選ぶ時に、信用できる人もしもの時何かがあったら子供はつけたいと思う方を選ばれたらなんか嬉しいんですよね。すごい信用されてるって思います。僕はミドルネーム2つありましたね。レイモンド・ポールはどっちもミドルネームと言います。キリスト教の育ちだったらある儀式でミドルネームをもらいますけど、1つ目は生まれた後すぐの洗礼式っていう儀式で、1つ目をもらって、で2つ目は12歳、コンファメーション献身式っていう儀式でもらいますけど、面白いことに2つ目コンファメーションで決める名前は自分で決めます。もう12歳なので自分で、
選べます。成年式で公式的にキリスト教徒になるんですけど、ほとんどの人は赤ちゃんの時にやりますね。善悪がわからないでしょう。自分で決めるものじゃないから。また、12歳ぐらいの年に献身式で、自分からキリスト教徒です、キリストを信じますみたいなことを発表するための儀式です。ちなみにコンファメーションで決めるミドルネームはコンファメーションネームといって、僕の場合は、ポールにしました。ポールにした理由は、お父さん側の、親戚の男性は全員どこかにポールという名前が入ってて、下の名前がミドルネームのどっちかに入ってるんですよ。実はお父さんも弟もどっちも下の名前がポールです。お父さんやお母さんと同じ名前になることは可能ですか？見たこともないですし、中国の場合しかも同じ漢字を使ってはいけないっていう認識があって、尊敬する存在だからなんでこの私がそんな美しい名前になれるのとかのもありますし、あともし同じ構造だったら、例えば私の名前書くし何かとだったら、大体私の兄弟の世代が真ん中の字か最後の字が同じになるっていうのも読み取れるので、そういう同じのはないですね。アメリカの場合は全然ありえます。家族の場合は父と兄、下の名前は一緒です。でも兄が普通にみんなにミドルネームで呼ばれています。で、面白いことによく手紙とかが届いたらこれどっちの方なのと間違えることがどちらかというと多いです。インドの場合は大体お父さんとお母さんの名前つく場合は名字としてつくから、だからないんですね。だから世代によって名字が変わることが結構多いから、私の家もみんな名字が違います。インドの場合は名字がないっていうこともありますので、例えば私の場合は今正式に名字はありません。書類とかに名字のところが空白になってるっていうのもあります。私の名前、家族の名前全員ちょっと違うって言ったんですけれども、まず私の名前の構成から言うと、下の名前と大体先祖の名前だから親の名前がつくことが多いんですけれども、私のコミュニティだとそれと家のその建物に名前を付けることがあります。私の場合はシュティラヤっていうのが家の建物の名前、その家の人っていう意味でもその家の名前がつくんですね。で、今シワダさん、私のお父さんの名前とシュティラヤ、私の家の建物と、アールティダ下の名前になっています。ただやっぱりインドの場合は例えばキリスト教の宗教の影響があるとかいろいろあるんですけれども、インドの場合は宗教、その地域だから地域の言語とか各コミュニティの中の規則も多分違ってたりするから、そういう辺も変わってくるし、あとキャスト制度によってそのキャストの名前がつくっていう場合もあります。私の場合はキャストと、名前が別になっているので、キャストはコミュニティになっているので、そこが違うんですよね。韓国も家族の名字が全部一緒じゃないんですけど、インドみたいに気まぐれじゃなくて、私のこのチェの名字はお父さんの名字です。お母さんの名字を継ぐこともできるんですけど、今はまだ社会的な雰囲気が全部お父さんの名前をもらえる感じで、お母さんとお父さんは結婚してもお母さんの名字は変わらないので、お母さんの名字はそのままです。そして子供が生まれたらお父さんの名字をついていくので、子供は全部お父さんの名前になる名字になるので、名字が違うのはお母さんだけですね。